脳に新しい映像として覚えさせる。皆さんのご参考になれば、なぜか小指が立つ人、私も立ちますが、立ちますよね。箸が楽に使えればそれでいいんですよ。こんにちは。ようこそお越しくださいました。この動画ではお箸の楽な使い方をお教えします。特に自己流のお箸が治らない方に脳内革命。両手で箸を持てるかもしれません。楽にチャレンジしてください。まずステップ1です。箸を持たずにアクションを練習しましょう。右手の親指を動かさずに残りの指を曲げます。できる人にはなかなかできない人の気持ちはわからないものなので、そこで利き手と反対の手でやってみてください。私は右利きですから、左手くん登場します。ほら、親指がぐにゃぐにゃ曲がっちゃうでしょ。で、最初はもう誰でもこんなもんです。では、1、2、1、2、目をつぶって何度か試し、目を開けて確認して、これを気長に練習してみてください。親指や手首が少しぐらい動いても平気です。実際の箸使いでは本当にこんなに動かしません。十分箸が使いこなせる人は私と同じように反対側の手でチャレンジしてみてください。左手でも私の左手ですが、練習すればこんな感じになります。ステップ2。親指があまり動かなくなってきたら、指3本だけで曲げ伸ばしをしてみましょう。まだ箸は持たないままです。親指、人差し指、中指、この上の3本だけ同じように曲げ伸ばししてみましょう。小指は手のひらにつけないで、宙ぶらりんにして、これ非常に難しいんですよね。だけど、薬指と小指が少しね、上の3本の指につられて動く程度で、そこまでで十分です。左手でするとこうなります。この動画のポイントは3つございます。ポイントその1ですね。脳に新しい映像として覚えさせる。私がそうでしたから思うんですが、手に余分な力の入っている人ほど何度も箸を持つ手を見ているように思います。これ、なんとかしなくちゃって、脳が一生懸命考えてるのかな。これは癖だから直そうとか、私も頑張ったんですが、そうすると、やっぱり脳も一生懸命頑張っちゃうんでしょうね。で、この状態からね、楽な持ち方に少しずつ変えていくっていうのは、実際本当結構難しいんです。ですから、一層新しい映像として脳に覚えてもらって、その結果、あれ、楽に箸が持てちゃったねっていう覚え方が覚えやすいと申しますか。私はそうやって覚えました。ポイントその2です。頑張りすぎない。お箸に悩む人は大抵別の指、例えば小指にね、力が入りすぎているようですね。普通に物を掴むとき小指をかけてますよね。気がつかないだけで小指はとっても力持ちです。ほら、カラオケでマイクを持つとき、なぜか小指が立つ人、私も立ちますが、立ちますよね。あれは、そっと物を持つときに力をかけないようにしようって脳が無意識に小指を離させてるんじゃないかなって思うんですが、力指の小指を宙ぶらりんのまま楽にさせてあげるというのが、この練習法の見えないコツだったりします。ポイントその3です。楽に行きましょう。一般にですね、正しい箸の持ち方ですよと呼ばれている持ち方っていうのは、箸が楽に動かせる持ち方ですね。で、自己流はみっともないとかね、言う方いらっしゃるんですが、そのみっともないかどうかはさておき、結局は、箸が楽に使えればそれでいいんですよ。ちょっとの工夫でもっと楽になれば楽しい。そんな練習法を私お教えします。
力を抜いた方がお箸はきれいに使えます。自分を楽にしてあげるっていうのも脳内改革の大切なポイントだと私は思います。ステップ3です。親指と人差し指、中指の上3本の指で箸をつまんで上下させてみましょう。先ほどのステップでもやったようにですね、親指はなるべく動かさないで、で、箸先に力が入らなくても、この後のステップで覚えられますから、まだ慌てないで大丈夫です。左手も一緒にやってみましょう。こんな感じになります。ステップ4。今度別の方ですね。親指と薬指の間に箸を1本渡して、上3本の指で物を掴む練習です。これコツはね、指先を力ませないように、軽い小さなものをつまんでください。写真は黒豆をつまんでいます。丹波産です。美味しいんですよ。そうしたらですね、ここでつまんだ指に力を入れましょう。時折ね、このつまんだこういう黒豆を指3本でこの黒豆を潰す方向へじわーっと力をかけてみてください。潰さなくてもいいですからね。じわーっと力がかかってるなーっていうのを感じてください。多分ね、この時、下の小指がムズムズ動くんですよ。で、この小指を動かさないように、このムズムズさせたまま力を抜いておくことが楽なお箸の使い方の道です。で、つまむものはね、できるだけ軽くて小さなものがいいですね。軽いものをつまんでからそこに力を入れていく。これがコツです。これがね、ゴルフボールぐらい大きくて重いと最初から指が力んでしまいますんで、ちょっと逆効果かもしれません。同じように左手でやってみました。こんな感じになります。ステップ5です。では、お待たせしました。2本箸を揃えて持ってみましょう。開いて、閉じて、開くのはね、ほんの少しでいいですよ。箸先そんなにね、普段ガバッと開いてご飯食べてる人いませんから。で、開いたらそのまま何かつまんでみてください。さっきのステップでも申し上げた通り、最初につまむとき軽くつまんで、その後力を入れるならじわーっと力を入れてください。左手でやると、ほら、こんな感じになります。さて、右利きの私が左手もこのやり方で練習したらどこまでできるか。両手使いの道です。美味しい丹波の黒豆つかみ、両手で行ってみましょう。これ、チャレンジして気がついたんですが、両方に箸があってもね、2個別々の豆を一緒に掴むっていうのはちょっとこれ難しいんですね。人間ですから距離感っていうのがあって物掴んでるんですけど、これ持てるの1個だけですから、これ1個ずつにします。やっぱ服部くんみたいにはなりませんでした。ほら、ここまでできました。いかがでしたでしょうか？脳内革命の箸の使い方。あくまでご紹介したのは、こうしたらばうまく箸が楽に使えるようになるんじゃないかという一例です。皆さんのご参考になれば、何よりでございます。ご視聴ありがとうございました。